発して下関に行ってフグを食べて帰ろうと思います。下関に着きました。帰りにこのフグ茶漬けを買って帰ろうと思います。きれいに橋が見えてきました。近くにはフグ専門店もあるんやけど、そうですか、なかなか探せなくてですね。篠田とかいいよね。篠田さん、昔からのそうですか。ここの荷物がでっかもやりますそうよね。なんですね。海の音がしてて、なんか海の香りがする。もうここはまずしなくていいね。はい、関門橋。綺麗。走って好きなのね。いいね。壇ノ浦はどっちになるの？あそこの松がいっぱいあるところ。ここだ。ここが壇ノ浦の戦いの古戦場跡です。後で行ってみましょう。行ってみましょう。源氏と平家が戦ったとこですね。お尻をいただく DK 茶屋さんはこの橋の目の前にあります。眺めがいいと聞いています。すごい。目の前は海だ。なんか旅館に来たみたいなレストランっていうのすごい。フグ御膳もあるけども、やっぱりそのフグのね、お鍋が入ってるのが美味しいので、フグチリコース。やっぱこのフグコースとフグコース、何が違うかというと、フグ寿司とフグシューマイがこちらには入っているという感じなんですね。ということで一つずついただいてみます。一番高いのは、ね、この特福コース3万円のもある。わ、すごいね。これは天然フグを使用したコースだって。天然じゃなくても OK 天然だといきなり3万円になっちゃうというね、特上のコースです。あ、でも11月3月限定なんだでしょうか。これだとね、2日前のご予約が必要だったからね。ありがとうございます。熱い熱い熱い。見せてください。じゃあどうでしょう。見える？見えます。いい香り。なんか日本酒と秘伝のいい香りがしています。わあ、あったまる。外雪でしたからね。いただきます。違うね。前に飲んだ入れ酒とちゃんとほら入ってるんだもん。美味しいよ。無事故だ。これ。無事故。美味しい。すごいちゃんとさ、入れ酒があったね。最初の前菜が参りました。これがね、ふぐ刺しの薬味でこちらですね。煮こごりもあります。
いただきます。ちょっとやっぱりこの煮こぼれから部分の煮こぼれです。もみじおろし入れますね。うわー、この綺麗なネギ見てこれ。このネギ、アメリカには絶対ないね。朝つきってや朝つき、朝つき。で、これをね、本当は中からいただくのが礼儀らしいんですよ。見てこれです。これです。つ。はい。ふぐシューマイが来ました。わー、もうすごい。ほら、横このイカシューマイのフグ版だから。あ、そういうことね。すごいね。いいね、フグ寿司。どうですか？フグ寿司。なかなかこのフグ寿司食べられないと思いますけど。カメラマンさん好き？どうですか？なんか味がついてるからお醤油もいらない。お味どう？ね、イカとも違うし、食べたことのないお寿司だよね。普通さ、だってお店でフグ寿司なんか出てこないじゃん。カメラマンさんは今日は昨日お酒を飲んでてカルピスとフグ食べてます。わあ、美味しそう。ちょうどいい量がね。すごいねこれ。フグの唐揚げ。フグの唐揚げっていうのもなかなか食べられないんですね。大きいです。昆布がね、ぐらぐらしてます。ここにですね、昆布の身が入ります。お鍋ですね。エッチリって言いますね。エッチリの。すごい。うわ。どうぞ、すいません。秋のフグの身の方を召し上がっていただくんですけれども、ちょっとアクを取って結構アクが出るんですね。実はご旅行か何かですか？そうです。そうなんですね。こちらからアメリカから私たち、ボストンに住んでるんで、大阪に母がいるのでそこにいて、そこから昨日小学校が私は福岡だったので来ました。ありがとうございます。遠いところから。またね、福岡から博多駅からちょっと途中下車して来れました。すごい。ありがとうございます。一番楽しみでした。私はフグが大好きなんです。魚が食べれるので。野菜が入りました。美味しい。これで継ぐのかな。お持ちいたしますね。あ、そうなんですか。はい。ありがとうございます。フグのエキスがもうすごい効いてる。うわ、満足ちゃう。そんな感じ。めっちゃ美味しいね。こっちとってほら、デザートも出てるんです。おさんどうですかこのフグ、フグ雑炊。このエクスがすごい。いやーもうめちゃくちゃ美味しくて大満
満足でした。今まで6回ぐらいフグ釣り行ってるんですけど、今までの中ではやっぱりこちらのトラフグベストですね。関もペリーが来たんだっけ？違う、これはだからね、フランス軍に対してね発砲したの。来ない。これはもうその後。ここだ、すぐじゃん、古戦場。そうだよいいとこだね。中もいっぱいだしさ。あ、これだ。古戦場。ここですかね。そうですね。壇ノ浦。壇ノ浦の古戦場。今ダウンのここだからね。わわわ。壇ノ浦ここです。ここに書いてあるよ。うわ、悲しいこれ。義経。娘さんだ。観光会場でございます。ここが壇ノ浦の戦いの舞台の合戦を行ったところ、平家が優勢でしたが、潮の流れが西向きに変わり始めると、源氏が勢いを盛り返し平家を追い詰められました。義経さんです。これ八艘飛びって言うんだって。知ってた？でさ、壇ノ浦にやってきました。ここが平家と源氏が戦った壇ノ浦の古戦場跡です。古戦場跡にしまして、赤間神宮に行ってみたいと思います。8歳でこの安徳天皇がここでその平家が負ける時に水に受水して8歳で亡くなったというね、その安徳天皇を来たところに行ってみます。あ、1068メートル、関門橋の全長がやっぱり1000メートルぐらいあるんですね。高さが真ん中のところでだいたい61メートル。水の色がさ、あっちが青いんだけどこっちがエメラルドグリーンなので、すごい透き通って綺麗だね。海の水がすごい透明感ばっちり。大きな船がやってきました。何の船だろう。ただいま関門橋の下を通っております。この映像なかなか見えないよね。来ない。来ないと。関門橋ってこの上を車が通ってるって怖いね。電車も通ってるよ。わお。この地下をね、歩くこともできるそうです。なんか船ってゆっくりな割にはどんどん通り越してる。ここにも神社ありますよ。何神社ですか？狐の顔が可愛い。こんにちは。お邪魔します。
これ綺麗な建物、竜宮城みたい。あ、うさぎ。ですね。嬉しいですね。安徳天皇が前にいるじゃん。そこに立って。立たせていただきます。そこでお参りするみたい。行ってみましょう。うわ、綺麗やね、ここ。竜宮殿だって、竜宮殿。部屋、伊勢神宮と一緒です。素晴らしく美しい神社ですね。小さい国のタイの風景画に数あるような監督天皇がここにお参りされています。放物殿です。あ、この中に入れるようになるかもしれない。そうだよ。館があるのが安徳天皇が乗ってらしたんだって。義経の追跡な義経の義経の発想が描かれている。真ん中のあれが、館があるところが徳天皇が乗ってらしたんだって。平家の赤旗、これね、平家の赤旗、源氏の白旗。へえ。平家は500艘、源氏は800艘。平家が赤。
イルカの群れ、兵器敗北の前触れ、潮の流れが西側に変わる印だった。現地の反撃が始まる。義経は船の漕ぎ手を狙った。そう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 。 3番これだ。うん漕ぎ手を狙った。3番ここ。うん。 4番、義経は平頼経に襲われるが、船から船へ飛び移り身をかわし、最後は兵器を追い詰め源氏を勝利に導く。すごいね、義経。4番これだ。これ当たり。あ、本当だ。飛んでる。飛んでる。それがさっきの飛び。さっそう飛び。うん。で5番、これ5番のこれで、御年8歳の安徳天皇死を覚悟した2敗の尼は、波の下にも都ありと慰め、安徳天皇お抱きになり水の中へ入った。うわ6番、天皇の母建礼門院も海に身を投げたが源氏に捕らえられてしまった。7番、ついに平家は負けた。船は壊れ赤旗が海に漂う。この一日で勝敗を期したと。この戦いの後、安徳天皇の御陵と阿弥陀寺が建てられました。辛かったですね。不良に反賛定勝負地半に腹にたことかのったら三目三宝大高知半に腹にた世代人中で大門主税務上州税務等々し農場一切空人実合骨折半に腹にた即成します。やってやって半がやってやそうやって合金そうわかすごく綺麗。この方は海なし光一さんじゃないの？すごいと思うね。しごさん、ほうかちゃんもやってる。では
そう入れないのかな。だってここが5両だから。8番。ここだ。現在地がここだからあ、もうすぐじゃん。もっとこういったところ。すごいね、感じ島もありました。ここって結構面白いいっぱいあるね。歴史の2位の方と毛利家は安徳天皇ですね。そうだよね、長州藩は毛利家だから。綺麗ね、こんな赤レンガの建物ね。これがちょっとショッキングだこれちょっとショッキングだね、これ。なんかもうどうぞみたいな、なんかこれエンジョイ下関って。うわー、ちょっとこれはちょっとなんとも複雑な思いがいたしますね。この毒と味、今ではどっちも解明され。ああ、もう満足してこれから大阪に帰ります。新幹線もうすぐ来ます。今回は桜で。後で写真にしてもらおう。見ていただいてありがとうございました。よろしくお願いします。それではまたね。See you next time!